マケオのプロジェクトゾンボイド第1幕。2020年10月からスタートしたマケオの物語。全124話で終わる予定がマケオの初心者卒業試験を兼ね、第1幕延長戦初見プレイのチャレンジキングスマス島特別編がスタート。ついにキングスマス島でのすべてのミッションを終了させたのである。キングスマス島のすべての島の構造の調査、島内すべての商業施設の探索調査及び主要施設の探索調査、キングスマス島軍事施設完全制圧完全封鎖、最終ボス4階建てゾンビリゾートホテルの制圧、そしてキングスマス島内でのマケオの本拠点のクラフト、5つのミッションを終え、ついにキングスマス島特別編は全55話をもってここに最終回を迎えることになった。同時にマケオのプロジェクトゾンボイド第1幕全180話で閉幕となる。2020年10月、右も左も分からず始めた Steam、 そして初めて買った PC ゲームがプロジェクトゾンボイド。動画編集すら分からないマケオはゼロから動画をアップし始め、気づけば第1幕は1年を迎えようとしている。そして本当の第1幕最終回をここに迎えるクリアになった。マケオの第1幕本編での旅は、このプロジェクトゾンボイドとはどのようなゲームなのか、どんなマップがありどのように遊んでいくのかという基本の概念を学んでいく。マルドローから始まり全ての街を回り、街の構造、既存施設の全ての探索調査、そして時には完全制圧をし、124話で無事にゾンボイドの世界一周を果たすことができた。そして長いチュートリアルが終わり、高難易度第2幕に挑戦しようとした矢先、第1幕延長戦に突入。チャレンジモード第1幕キングスマス島特別編に向かった。今まで第1幕本編のゆるいサンドボックスで旅をしており、その設定に慣れていたマケオはサンドボックスなし高難易度ということでキングスマス島に降り立った当初、すぐにマケオは死んでしまう。まさにマケオにとってここは初心者最終試験にふさわしい。このキングスマス島の攻略に悪戦苦闘する中で徐々に体を慣れていき、最初の拠点候補にたどり着いたのである。そして徐々に島の全体の構造と施設を全て探索調査していき、右の島の重要施設キングスマス島軍事施設を調査探索、そして完全制圧完全封鎖に成功。徐々にマケオはこのキングスマス島の攻略を進め、島内施設の全ての探索調査を完了。残るは大ボスキングスマス島最大施設である4階建てゾンビリゾートホテルの攻略に取り掛かるのであった。しかし立ちはだかる大量のゾンビと絶え間なくポップするゾンビ、そして攻略するには巨大すぎるホテルの登場。幾度も幾度もマケオは心が折れそうになった。しかしそんな中、応援してくれる視聴者のコメントにマケオは再び立ち上がるのであった。
く手を塞いでいたとしても、未来はいつもこの手の中にあると信じて道を進む。気づいてたんだ、一人じゃないこと、仲間がいればできることがある。恐れていては何もつかめないさ。希望にあふれた明日を見つけ出すよ。君のために立ち止まってもいい。傷ついた時は支えてくれる人がそばにいるから。その手伸ばして繋いだ手と手、切り開いてく明日への道。生まれてきた意味見つからなくても、明日は来るから足を止めないで進むよ茨の道。遠くはない、越えてゆけばいい。どんなハードルが僕の行く手を塞いでいたとしても、未来はいつもこの手の中にあると信じて道を進む。立ち止まってもいい。傷ついた時は支えてくれる人がそばにいるから。その手伸ばして繋いだ手と手、結ばれた絆を信じ、繋がる想いを力に歩き続ける君と共に。そしてついにマケオはホテルの制圧に成功。運営のバージョン強制アップデートのイレギュラーもあったが、なんとか滑り込み制圧を完了したマケオはほっと胸をなで下ろすのであった。さあこれでキングスマスト特別編は終わり、第1幕のすべての物語は閉幕となった。マケオはこれにより初心者卒業、ようやくスタートラインに立ったのである。この第1幕はいわばマケオにとってのゾンボイドチュートリアルに過ぎなかったのである。ここからが本番。マケオのプロジェクトゾンボイドのスタートライン。新たなマケオの物語は次の物語へと紡ぐのである。この先のマケオの物語に期待し、そして約1年間ご視聴していただきましたご視聴者様には感謝の気持ちでいっぱいです。
来たわね。隊長、ここは4階の一室に隠し部屋があったわ。小物が白状したわ。小物ってもしかして我々の敵、現会長ですか？あいつは今どこに？ああ、手が滑って頭パッカーンしてしまったわ。まあいいでしょう。国際指名手配犯の元テロリストだったし、私にビビって勝手に資料の隠し場所ベラベラ喋ったわ。こんなところに隠し部屋が。この資料は？ええ、ケンタッキー州の街を探してたけどないわけだわね。こんなところに保管してたとはね。これであんたたちも解毒剤が作れるんじゃないの？はい、これで今奴隷化しているゾンビたちも普通のゾンビに戻せます。それにこの資料、アウトブレイクさせたゾンビウイルスの研究資料の保管場所が記されています。これを集めて研究すれば、もしかしたらこの終末世界も救えるかもしれません。隊長。何よ、うるさいわね。何興奮してんの？私はゾンビに興味がないんだよ。興味があるのは元気な人間、いやイケメンだけよ。まあ私が魅力的で興奮するのはわかるけど、いえ、そうでは。隊長、この研究資料はケンタッキー州の各施設に保管されているようです。我々と一緒にこの終末世界を救うために今一度ご協力いただけないでしょうか。前にも言ったけどね、ゾンビとか世界を救うとか興味がないのよ。いいじゃない、こんな世界でもゾンビ同士仲良く楽しくしてるじゃないの。しがらみも何もないこんな世界もいいんじゃないの？私は自分が好きに生きるだけ。イケメン探してこれから遠い国にでも行くわ。それに今一度ご協力って一度も協力した覚えないし、私ただイケメン探してケンタッキー州を旅行して、私宛てにゾンビ協会から手紙が届いて、キングスマス島にはイケメンいっぱいって書いてあったから来ただけよ。でもいくら探しても生きてるイケメン誰もいなかったから、小物のゾンビをパッカーンしただけよ。ついでに秘密部屋を言ってたから、ついでにあんたたちに教えただけ。さすがに秘密部屋にはイケメンはいなかったわね。はあ、時間の無駄だったわね。私帰るわ。はい、そういうことで理解いたしました。でもこれだけは言わせてください。ありがとうございます。まあせいぜい兄弟仲良くこの終末世界を生き抜きなさい。もうあんたたちの前には二度と現れることはないわ。じゃあね。本当にありがとうございました。ああ、そうそう。戻ってきた。近い将来あんたを訪ねてくるやつが来るかと思うけど、そいつのこと優しくしてあげてね。それじゃ。誰が訪ねてくるんですか？言ってしまわれた。じゃあ兄さんたちと合流しようか。